寒すぎて体固まってもうた。ロボットみたいに出てます。てか腹減ったなマジで。お腹減りましたね。今日うどんでいいですか？うどんで。僕3日前から何も食べてないんですよ。そんな。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。キセベア TV です。イエーイ。始まりました。今日は、元木瀬部屋の力士の笹山さんが働いている、森下にあるうどん屋さんに来ました。今日はたくさん食べさせてもらおうかなと。ばっちゃんです。おっちゃんです。いただきます。なんかこういう YouTube 自体久しぶりっすよ。いやまあ久しぶりですね、本当に。ご飯緊張してる感じがありますよ。緊張してちょっとないですけど。間が空いたのと、多分東京でご飯食べるの初めてじゃないですか。そうですね。結構地方で食べに行くことが多かったんで、あと何より先輩のお店ですからね。粗相のないように。そうそう。こうバーンってこう。そうそう。どうしましょうかね。いやそうですね。どうしましょう。そうですね。なんか逆さや。逆さや。まあこんな二人でイチャイチャしててもしょうがないんで。そうですね。なんかこちらが元木瀬部屋の力士の笹山さんです。笹山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなふざけてますけど、僕らは大先輩です。先輩にちょっとおすすめのうどんを聞きたいと思います。今日何がいいですかね。今日食べていただきたいのはかけうどん、海苔わかめうどん、あと肉玉三色うどんと青のり醤油うどんを召し上がってもらいたいなと思います。いいっすね。あとは天ぷらで鶏天とかき揚げを。ありがとうございます。いかがでしょうか。大好きです。僕はじゃあもう決まりました。はい。はい。かけうどんのはい。かき揚げかき揚げ。はいをお願いします。はい。じゃあ僕は肉玉三色うどんで。肉玉三色うどんを置いといて。どうしようかな。はい。絶対美味しいっす。自分は海苔わかめうどんで。海苔わかめうどん。なんでもや。自分は残った海苔玉。青のり醤青のり油。醤油ですね。これ書いてあるの。青のり醤油の青のり鶏天醤油でと鶏天で、はいはい、ありがとうございます。青のり醤油は冷たい方でいいですか？です。どちらがいいでしょう冷たい方をお勧めしか。ます。冷たい方でお願いします。のうどん。うどんでありなし。うどん食いに来てるの。あ、そうです。じゃあお願いします。お願いしますちょっとお腹減りすぎて多分頭回ってないんですね。何も食べてないですよ。いや食べてないです。あ、すいません。現在時刻ちょっと書いておいてください。今の間にちょっと撮りたいことあるんですけど、はい。先日両国で焼肉屋でハトちゃんとご飯食べてたんですけど、はその時に隣にいた方、韓国の方だったんですけど、ご飯食べ終わった後に、YouTube 見てますっていう風に声かけていただいて、はい、その時に少しお気持ちをいただいたんですけど、はい。そのお礼をちょっとこの YouTube をお借りして言いたいなと。はい。はい。その説はありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いしたらごっちゃんです。ごっちゃんです。いやでも本当にありがとうございました。またいろいろなんていうんですかね、他のお店とかでも僕ら見かけたら声かけていただいて、はい、
ご馳走していただきたいなと思います大事その方は日本に住んでらっしゃるんですか？日本ちょっと長いことお話しすることはできなかったんですけど、はい。韓国の方で勝ち越しおめでとうっていうふうに声かけて成績も見ていただいてて、ちょっと嬉しくてお礼言いたかったんですけどどうしようかなと思って、その時にこの YouTube の撮影があったのでちょっとこの場をお借りしてお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。修二さんははい、続いて節分にはどこに来たんですか？節分の日は、群馬県の方に豆まきというか福物まきですかね。はい、金峰山関のと一緒にですか？そうです。付き人という形で金峰山関と修羅の海関いっいっぱい服巻いてきたんですね。ぱい、はい、服を巻いてきて皆さんに笑顔をお届けできたなと思います。まるちゃんはラーメンみたいな。まるちゃんって呼ばれてたの？昨日は湯河原にある大雄山というところに行ってきました。裏関の付け人として。はい、付き人行ってきました。付き人です。付き人です。付け人。あれ付け人って本場は付き人じゃないですか。そうなの？違うぞ。どうだろうね。付き人ってね。付け人って言うんですか？言うから。付け人ってネットには書いてあるんですよ。そうなんですね。だからみんな言いやすいから。そうなんですね。いつもみたいに渡辺さんが噛んだのかなと。すごい。ひどい。これ全部入ってますか？で豆はまいたんですか？巻きました。巻いたの？巻いた。いっぱい巻いた。だって和樹さん言ってたもん、なんか偉そうに巻いてて。お前偉そうに巻いてないです。最近でも場所休みからあんまり撮影日日にち経ってないですからね。そうですね。なんかどっか行ったとか、僕は陶芸してきたんですけど。陶芸？陶芸。どこでやったんですか？千葉県の方で。すごい。やっぱりご飯食べに行くのも好きで、寿司屋さんとかでお皿見るじゃないですか。はい。普段。でもやっぱ料理だけじゃなくてお皿も大事だなっていうのをその陶芸で分かったんですよ、僕。はい。気づいたんですよ。はい。ぜひ皆さん陶芸行ってください。めちゃくちゃいい体験なんで。なんか言いながらうさんくさいですよね。おすすめの陶芸場所とかあったら紹介するんで、また声かけていただいた時にぜひそれはお答えしたいと思います。めっちゃマニアックに聞かれてどこだっけ？で言っても僕とお兄ちゃんもやったことあるんですよ。あ、そうなんですか。岐阜でね。それこそ
笹山さんと。そうです、カズマさんと、笹山さんのお兄ちゃんカズマさんっていうんですけど、カズマさんとその時5人ぐらいで行ったんですあれ牛友さん持ったよね。そう、吉友さん、カズマさんの弟さんの大成立ですあれ六郎の方ですか？そうです。ああ、この自動で回す方、足で回す方。そうです。おー逆に違うのあるんですか？でまだここでこう作ってあーこうあれするやつがあるんですけど、僕はまずそっちの方を体験して、僕回すやつ。でもすごいめっちゃ楽しいよね。楽しいよね。最初できた？できました。両方やったことあるんですけど、回す方がなんか楽しいです。ああ、まあでもそうですね。それをなんかライブです。僕まずこっちで、また次ちょっと六郎の方経験したいなと思って。今日お皿もちょっと注目してみたいです。僕らで多分どんだと思うんですけど、合わないお皿とかってあるじゃないですか。その料理、特にハトちゃんも料理好きなんで分かると思うんですけど、色味とかね。はい、そういうのとかなんかいろんなお店で考えるようになっちゃって、視野が広がりましたね。できたばっかりなのに急に偉そうに。僕今一番の夢がその自分が作ったお皿でやっぱハトちゃんの料理を食べるっていうのが今一番の夢なんですよね。しょうがない。違うこれまた2人のチャンネルじゃないんでイチャイチャチャンネルみたいな。じゃあここで井上兄弟に振ります。井上兄弟はいどうぞ。これこそまだでした。福岡に来ましたね。福岡に。福岡行ってきた。福岡服を買いにね。服を買いに行きます。なるほど。どこで買うの？ショップス。場所。どこでしょう。蔵前。蔵前。ふみちゃんは何してたんですか？今回は飲んでることが多かったです。誰と飲んでますか？ハトとか秀信関とか。ちょっと一緒に飲んだ覚えないです。あれ？っていうのは嘘で、水曜日に場所後の水曜日に浦関とひっちゅらのむ関と秀のむ関とお兄ちゃんと僕で5人で食事会があって、そこで結構気合入りそうでしたけど、お兄ちゃんはちょっとなんか遠くで透かしました。なんでかは知らないですけどね、なんかね。お待たせしました。来た。肉玉三色うどんです。肉玉三色。はい。青のり醤油です。おおすごい。すみません。のりわかめうどんです。はい。うわすげえ。すげえ。ありがとうございます。野菜かき揚げです。ありがとうございます。鶏天です。ありがとうございます。うまそう。でっか。鶏天もらっていい？なんで？俺も欲しい。いいただきます。ただきます。お茶です。よだれが止まりません。ああ美味しい。たまるわ。久々言いました。ああうまい、ほんまにうまい。これ多分腹減りすぎて本当無言になっちゃうんですけど、手打ちのこのコシがすごいですよね。太さがすごい。何回も食べてますけど、いつも美味しいです。
これすごいソフトボールぐらいありますよね。なんか子供の顔ぐらいありますか。ちょっとまず塩で2に塩でいただきたいと思います。このうどん食べたら東京帰ってきたなって感じしますよね。誰もいないびっくりするぐらい誰もいなかった。結構何度も来てるんですか？もうまあお兄ちゃんが働き始めてからのが少ないかもしれないですけど、あ、甘い。油がしつこくない。玉ねぎの油が、玉ねぎの甘みがする。なんで天ぷらとうどんでこんな合うのかな。いいっすよね。めちゃくちゃ合う。ハトちゃんと僕ぐらい合う。うまっめっちゃでかいっすよ。ほら、くちくち。肉玉うどん、他の種類食ったことあるっすか。あです。あ、この、それこそ多分違うんですよ。この友が食べてるやつと大志が食べてるやつ食べたことあります。多分青沢です。こっち興味深いな。もらおうかしてるよ。まあまあ次来た時のお楽しみということで。いや、なんなら僕もう食い終わりそうです。本気出した時、力士本気で食べたら無言になるからな。口いっぱいで喋れません。カズマさん美味しいです。ありがとうございます。カズマさんがだったやつ初めて食ったかもしれないけど、いつも大将が今日は笹山さんが打たれたんですか？今日のも大将がいやでもこの仕上げてくれたのも多分僕初めてです。なんか今ちょっとそんな。でも今日朝から仕込み撮影させてもらったんですけど、朝8時から一人で仕込みされて完全に任されてるって感じが。ありがとうございます。あれ投資じゃないですよね。2時までで夕方で夕方が6時から営業で5時からもう準備してる。お休みのとこすみません。いえい僕ら弟たちのためにえですね。可愛い音。すごい棒読み感がある。ろ。かわいい弟。急に外国人です。鳩岡さんと笹山さんはどのくらい離れてるんですか？もう何年ですか？年ですか？年年で言ったら自分は36で鳩岡が32です。 32で、鳩岡さん大学出て、そうです。で自分は高校卒業して、はい、だからそうすると入門年度だと結構離れてるっていう。でも全然離れてる。なんならこの中だったらしゅうちゃんが一番兄弟子なんで。まあ一番タイプでかいですもんね。すごい反撃されてるっす。いつもの反撃。渡辺さん言うようになりました。修二さんはいくつぐらい上なんですか？年齢ですか。年齢っていうか入門年度でいうと、入門年でいうと。カズマさん今にあれ現役だったら何年目ぐらいですか。18か3、4、5、6、7、8、5年ぐらい違います。でも僕の新弟子の時にいろいろ指導していただきました。そうですね。みんなの指導係みたいな。何もしてない。何もしてない。いやでも米の研ぎ方とか。あれうん本当に米の研ぎ方でこうガーって洗って水止めて僕流してたんですけど、米洗って水をちょっと出しながらこう何ですか米汁を捨てる、はい。そのやり方はカズマさんの見て今真似しながらやってます。当時から料理はお上手だったんですか？あ、そうですよね。一番うまかったです。そうですか。さっきちょっとインタビュー取ったんですけど、その時はそんなでもないこと言ってたんですけど、僕それはもう本人が謙遜してるだけ謙遜してるんですね。カズマさんの料理で好きだったのが
チーズ入り餃子でした。一回みんなで餃子、カズマさんと誰かが餃子作られてて、僕作ってないのが出てきて餃子だけ食べたんですけどその時のチーズ餃子美味しかった。チーズ餃子がお好きだっていうお話を。作った覚えがないんですいや多分作り手からしたらその程度のあれだったんですよ。でも多分食べる方からしたらめっちゃ美味しかったんだと思います。いや餃子覚えてます。チーズ入りの餃子入って食べたの。それを引き継いでお兄ちゃんとしゅうちゃんと3人で餃子ね200個ぐらい作って150ぐらいでももうちょっといったよね。足りんくてもだって買い足したもんね。足したから200ちょいはやったんですよ。180か200ぐらいは作ったんですよ。でその日に食いました加藤さん本当に覚えてないですか？本当に覚えてないですか？なんか餃子は作ったようなイメージあるけど、そんなチーズ餃子作ったお兄ちゃんは笹山さんとは何か思い出とかあります？よく怒られてます。それ言おうと思ったんです自分はよく怒られてます。一番だってもうデレッとしてだって15で入ってそう何も知らないし、やっぱよく怒られてる自分はイメージです。自分の中です。どういうことで怒ってた記憶あります？時間になっても起きてこないことが多かったそれでも稽古も遅れて起きてきたりとか。なるほど。その癖は今でも治ってないの？めっちゃ実行されたでも本当にちゃんと別に厳しいっつっても今言ったような朝起きてこないとかその程度のあれですからね。まあ当たり前のことを指導したってことですよね。やることやってれば全然よく僕なんかおにぎり作ってくれたりとかじゃあこれさっき話してたよく青森の方でなんか筋子とかそういうの送られてくるんで、そういうのでこうおにぎり作っていいあげるとか結構兄弟揃って甘い和菓子とか好きですよね。そうでそういうのももらったりとか。まず、お名前と年齢を教えていただけますか？はい、笹山一馬で36歳です。木瀬部屋に入門されたのはいつになりますかね2008年の3月場所です。どのような経緯で木瀬部屋に入門されたんでしょうか？自分の出身校の監督と今の親方が日本大学で同級生で、そのつながりがあり入門しました。同期の入門にはどのような方がいらっしゃいましたか？貴前流、小牧流など、あと他の部屋で言えば琴勇気がいます。何名ぐらい同期はいらっしゃるんですかね60名ぐらいいました。かなり多い結構多かったと思います、その頃は。ところですよね、はい。木瀬部屋といえば大所帯ですけど、部屋での団体生活にはすぐ慣れました？慣れましたね。あ、そうですか。合宿とかも来てたので。ああ、なるほど、はい、じゃあすんなり溶け込んだという感じですかね、はい、やはり稽古はプロになってきつかったですかね？きつかったですね。そうですか。はい。特にどういう稽古がきつかったですか？やっぱり申し合い稽古からのぶつかり稽古がきつかったです。ああ、なるほど。皆さんぶつかり稽古が大変だって言いますよね。そうですね。稽古以外できつかったこととかっていうのはありますかね？自分は食事がきつかったです。ああ、それはどういうふうにきつかったんですかね？もともとそんなに食べれる方じゃなかったので、はい、はい、やっぱりいっぱい食べて体を作るっていう、そのいっぱい食べるのが結構きつかったです。入門の時は何キロぐらいだったんですかね？130ないぐらいでした。で、ピークの時は何キロぐらいまで？140キロ。その10キロちょっと増やすのがやっぱり結構大変だったって。そうですね、なかなか増えなかったですね。なるほど。現役時代、部屋の中で誰と仲が良かったですかね？同期とは仲は良かったんですけど、その他に喜寿院山下さんとか、今のちゃんこ長である肥後の龍さんとかと仲良かったです。弟さん、大清流さんも同じ木瀬部屋に入門されたんですけど、その経緯っていうのはもう自分と同じで、
あとは兄貴がいるっていうのもあったみたいで、それで入ったみたいです。なるほど。弟さんがいるってことは心強かったですか？そうですね、何かとああ、そうですか。弟さんと声も、まあルックスもそうですけど、声が結構似てるなっていう気がするんですけど。なんか自分たちはそう思ってないんですけど、周りにはよく言われます。ああ、そうですね。で、今まあうどん屋さんとして働いてるんですけど、部屋にいる頃から料理は得意だったんですかね？得意ではなかったんですけど、まあ他の人よりかはできてただけだと思います。なるほど。はい。木物流さんとかと一緒にちゃんこ場に立ったりとか、そうですね、教えてもらったりしながらなるほどやってました。ちょっと見せていただいたんですけど、なかなかちゃんとしたというか綺麗な、包丁さばきだったなっていう感じがするんですけど、ありがとうございます。一番記憶に残っている木瀬部屋での思い出とかエピソードっていうのがあれば教えていただきたいんですけど。やっぱり弟が新十両を決めた時ですかね。ああ、なるほど。まあ自分が上がれたらよかったんですけども、まあそれは叶わず、でもやっぱり身内で上がれたっていうのはすごい一番の思い出かもしれないです。付け人みたいなのをやったことってのはあるんですか？付け人をやってました。あ、そうですか。はい。わかりました。引退したのはいつになりますかね2019年の1月場所です。なるほど。現役生活は何年ぐらいだったんですか？11年やってました。11年。ちなみに最高位ってのは幕下の21枚目。21枚目ですか？それは何年目ぐらいだったんですかね？6年目ぐらい、6、7年かかってましたね。なるほど。引退を考え始めたのはいつ頃になりますかね？辞める1年前ぐらいからです。それはまあどうしてそういうふうに思ったんですかね？なかなか成績の伸び悩んできて、でさらに怪我をして、右膝の怪我をしてしまって、はい、右膝の怪我は結構ひどかったんですか？甲十字靭帯断裂です。じゃあ何場所1年ぐらい休場したの？休場はしてないんですけども。そうなんですか？はい、痛い中で、まあ、手術とかもやってないので、もうそのままの自然治癒で。そりゃ大変ですね。はい。で、場所に出るときはぐるぐる巻きして。なるほど。引退した時の正直な気持ちを聞かせてください。後悔も少しはあったんですけども、すっきりしました。あ、そうですか。はい。現役時代で一番記憶に残っている思い出、対戦でもいいですし、日常生活でもいいんですが、何かあれば教えてください。初めて幕下を決めた時です。はい、最後の7番目の相撲が、同期だったんですけど、5勝1敗同士で、6番勝てないと上がれなかったんですよ。なるほど。それで最後に6番勝って、なるほど。で、幕下を決めたというのが一番の思い出ですね。そうですね。で、まあセカンドキャリアということで、まあこちらのうどん屋さんで今信用されているということなんですけど、引退後すぐにこのお店で働くことになったんですかね？いえ、別のお店で3年間働いていて、そこからこちらで働くことになりました。どんなお店だったんですか？青森居酒屋だったんですけど、サバをメインとして扱っているお店で。じゃあこのお店で働くようになったきっかけっていうのは？そちら青森出身なんですけど、青森居酒屋で何年もやっててもちょっと正直あれかなと思って、で現役当時から通っていたこちらのうどんが美味しくて、忘れられなかったので大将に頼んで。現役時代から結構通われてたお店ってことですね。通ってましたね。実際にこの森下のうどん屋さんで働き始めて一番苦労したことってのは何ですかね？やっぱり接客が不慣れなので、やっぱり接客は苦労しています。今もですけども。でもこうやってお話ししてるとすごくコミュニケーションはお上手のような気はするんですけど。そんなことはないです。弟さんもそんなこと言うんですけど、
お二人とも人当たりがいいんじゃないかなと私は非常に感じるんですけど。まあその人多分次第だと思いますが。わかりました。はい。力士時代の経験ですねが今のこのうどん屋さんの仕事に役立っていると感じることってありますかね。体力面では役立ってるのかなと思います。なるほど。結構やっぱり飲食業は立ち仕事が多いので、はい、その分やっぱり鍛えてきた足腰が役立ってるのかなと思います。膝は辛くないですか。膝はもうある程度体重が落ちてからはそんなに辛くないです。ちなみに今は何キロぐらいですかね。91、2ぐらいを行ったり来たりしてるんですけども。それはダイエットされたんですか。辞めるときにダイエットして。なるほど。自然に落ちたわけじゃなくてダイエットして落としたってことですね。そうですね。なるほど。ちょっと今の仕事についてお聞きしたいんですけど、今の笹山さんの1日のルーティーンですね。何時ぐらいに起きてお店に何時に来てどういうふうな働き方をするかっていうところを教えていただきたいんですけど。6時起床で、そこからいろいろお風呂入ったりとかして8時過ぎぐらいにはお店に来て、そこから仕込み営業で営業が終わってから、2時ぐらいからまた夜の仕込みをして、で3時ぐらいに休憩入って5時前にまたお店に来て、そこから夜営業始まりで10時過ぎぐらいに終わって帰宅っていう流れです。今ちょっと仕込みを拝見してたんですけど、はい、仕込みはもうほとんど一人でやられてるっていうことなんですよね。任せていただいてます。お店で働き始めて何年ですか。もう丸3年半以上は経ってます。4年近くになります。わかりました。でもそれぐらいでもう仕込み任せてもらえるぐらいまでできるんですね。いやまだまだですけども。で現在の仕事ってのは楽しいですか。それとも特にやりがいとかを感じていらっしゃいますかね。そうですね。やっぱり楽しいです。お客さんに美味しいって言ってもらえた時がやっぱり嬉しいです。この仕事に向いてるなっていうふうに思うことはあります？どうなんですかね。向いてるのかどうかはちょっと自分ではちょっとよくわからないんですけども、でもその美味しいって言ってもらえた時の嬉しさはそういう面で言ったら向いてるのかなとは思います。そうですよね。少なくとも楽しいというふう仕事が楽しいと思えるってことは向いてるんじゃないかなって思いますよね。今後の課題とか改善点として自分で思ってることは何ですかね。そうですね。やっぱり注意されたことを今ちょっとちゃんとすぐに直せてないところがあるので、それはどんどん改善していきたいなと思っています。この大将はどんな方ですか。厳しいですけど思いやりのある方だと思っています。なるほど。大将と木瀬部屋の師匠、木瀬親方とどっちが厳しいですか。どちらも同じぐらい厳しいかな。わかりました。こちらのお店なんですけど、はい、うどんって讃岐とか博多とか稲庭とかいろいろあるんですけど、はい、どういう系統のうどんになるんですかね。麺は讃岐うどんの製法で作ってます。だしは関西系のおだしを。なるほど。じゃあオリジナルのそうですね。うどんってことなんですね。はい、なるほど。ズバリこのお店のうどんというかお店のポイント、こだわりみたいなものがあれば教えていただきたいんですけど。麺は自家製麺で作ってて、はい。であとだしもいりこだしを使わないので讃岐うどんとは呼ばないんですけども、はいはいはい、それですね。関西のおだしと讃岐の製法で作ってるうどんで、その両方がマッチしてここのうどんだと自分は思っています。なんかメニュー見てもちょっと変わったものがありますよね。日替わりはそうですね。いろいろなメニューを大将が考案して、スープ餃子うどんとかって、はい、ちょっと他では見たことがないですね。はい、そうですね。ないですよね。はい、今後の展望ってことなんですけど、将来的に
現在の大将の後を継ぐとか、あるいはご自身でお店を持つなど、そういった目標っていうのはありますかね？ここのお店を継いでもっとより良くしていきたいなと今のところは思っております。今後このお店どういうふうにしていきたいなとかって思ってます？もっといろんな方に来ていただけるようにしていきたいなと思っています。最後に、後輩とか現役力士とか、力士を目指している方へセカンドキャリアという意味で、何かアドバイスがあれば一言お願いしたいんですけど。一番は今相撲を頑張ってもらいたいんですけども、あとは何か自分が、相撲しかしてきてないのでやりたいこともなかなか見つけるのは難しいと思いますが、それを見つけながらセカンドキャリアというものを、考えながら今の相撲を頑張ってほしいなと思います。また後で力士たちが来たところでまた少しお話をお伺いしますけど、今のところはこれで、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回力士のセカンドキャリアっていうシリーズなんですけど、なんか笹山さんに質問とかないですか？そういうお仕事の面でってことですか？でもそうっすね。すごくでもここのお店自体もみんな現役の頃から来てて近い場所なんで、なんか僕らからしたら一番近くにいる多分部屋の OB なんで、なんていうんですかね、またそこも難しいですよね。いろいろ何かあれば部屋に来てくれますし。じゃあ逆に辞めてしんどかったことって何ですかね？お相撲さんとやっぱり社会人との差がやっぱり全然違いすぎて、それでの戸惑いはありました。具体的なその差って何ですかね？やっぱり拘束時間、ちゃんと仕事としての拘束時間がやっぱり長かったりとか、お相撲さんとは違う苦労がありますね。全然やっぱお相撲さんの時との生活のリズムも違いますし、で不慣れな仕事だからやっぱりできないことの方が多いから。床屋ってどこ行っているんですか？竹ある。すいません。さすがだ。その力士の時はもちろん相撲をメインでやってたわけじゃないですか。相撲強くなるという意思で、趣味でご飯をやられてて、今はもう完全に料理の競技。そう。今のそのモットーというか目的じゃないですけど、目標みたいな。一人でも多くのお客さんに喜んでもらえるような料理を作りたいなと思います。ありがとうございます。やめて何が楽しかったですか？やめて楽しかった。なんだろうね。それもちょっと以前。でもちゃんとした休みがあるのは嬉しいですね。そうですね。確かに。だから部屋はなんかそのちゃんとした休みみたいのがやっぱりないから。でその休み、その社会人になって休みになって、どっか旅行とかされました？日帰りで旅行というか温泉入りに行ったりとか、そういうのは。温泉現役時代から好きでした。そうだね。結構僕らいろんな地方とか行ってたじゃないですか。やっぱり例えばなんか温泉でも温泉地の旅館に泊まって2、3泊したりとか、そういうのしたいなと思うんですけど、さすがにそこまでの時間はないですか？そこまでの時間は今のところない。やめてもやっぱそうですね。仕事ですね。さっきお兄ちゃんが昼寝ができないとかって。昼寝はないできなくなりますよね。社会人。できる人もいるだろうと思うけど、やっぱり相撲取りみたいなすぐ寝あんなに長くはしない。すごい悪い言い方。太るためにもね。やめたら太ることはないんで。寝たくなくてもわざ寝ないと太らない。やめたら別に太る必要ないんで。社会人の先輩として僕らになんか教えを一つお願いします。教えっていうのはそんな大層なことはないですけども、やっぱりこれから
もうちょっと相撲を頑張って、まあ、関取になってもらうのが一番なんですけども、それでもまあ夢叶わずに辞める引退することがあれば、やっぱり、まあ、何が合うかは分からないけども、自分がやりたいこととか進みたい道を探してもらって、その道を行ってもらえればなと思います。ありがとうございます。皆さん手を合わせていただいて。手はどうやってました？ごちそうさまでした。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 いっぱいです。ありがとうございました。